ネットを中心に改革派の騎手として褒めそやす向きがいる一方で、地元では大迷惑を被ったと怒りに震える声も多い。一体この男は何者なのか、先にチャンネル登録お願いします。今のところ都知事選では自民党がすでに独自候補の擁立を見送ったとされており、他の政党もこれといった弾を用意できていない。となると、現職の小池百合子知事がまだ正式に出馬表明を行っていないとはいえ、このまま順当に参戦を果たす可能性が高いと見られている。カイロ大学卒の学歴詐称疑惑が再燃するなどして小池知事への不信感が高まってはいるが、未だ彼女に没する力を持った者は現れない。彼女を支持しない有権者はもはや定感の境地に至りつつあると言えよう。市議らを敵だとみなし、過激な言い回しで批判。そんな中で突如として5月16日、安芸高田市長の石丸氏が自身の SNS で立候補の意向を表明し、話題をかっさらっていった。一般にはあまり馴染みはないかもしれませんが、この日、石丸氏の意向を報じたヤフーニュースの記事には、瞬く間に6000件を超すコメントが書き込まれ、ネットにおける彼の注目度の高さがうかがえました。石丸氏は京都大学経済学部を卒業した後、現在の三菱 UFJ 銀行に就職し、アナリストとしてニューヨークなどのアメリカ大陸の都市を飛び回った。エリート街道をひた走るキャリアを捨て、自身の出身地である安芸高田市の市長となったのは4年前のこと。以降、市議会や市長の会見の映像が公式 YouTube チャンネルに投稿され、話題を集めていきました。政治再建、都市開発、産業創出の3本柱を掲げる若き石丸市長が、市議らを旧態依然とした敵だとみなし、過激な言い回しで批判する姿が痛快だと、ネットで喝采を浴びるようになったのです。今や市議会の映像が投稿される公式チャンネルの登録者数は約4万5,000人。また、市長の会見や市の PR に関する映像などが投稿される公式チャンネルは約26万7,000人もの登録者数を誇り、自治体としては日本一だという。ほとんどの市議との間に埋められない溝が、安芸高田市の市政関係者に評判を尋ねると、石丸氏の本質は政治家ではなく、単なる YouTuber みたいなもの。目立ちさえすれば、それでいいのでしょう。就任早々から喧嘩をふっかけ、ほとんどの市議との間に埋められない溝ができてしまったため、市議会が合意形成の場として機能しなくなりました。人口約2万6,000人の小さな安芸高田市を大混乱に陥れた人間に、首都東京のトップを務められるはずがありません。彼は市長に就任した直後の2020年9月、当時市議だった竹岡隆文氏が本会議で居眠りしていたことをすぐさまツイッターに投稿。その後、居眠りを指摘したことで市議会全員協議会に呼ばれ、敵に回すなら政策に反対するぞ、と恫喝された。などと投稿を繰り返した。一方の恫喝疑惑をかけられた市議は、石丸氏と安芸高田市に対して名誉毀損での損害賠償請求訴訟を提起し、昨年12月の第一審判決は、恫喝発言があったとは認められない、として市に賠償を命じた。市議と市の双方が控訴し、今は第二審の判決を待つ最中だ。議会と対立し続けた石丸氏は、副市長人事や市議定数削減、道の駅への無印良品出店などの主要な政策を実現できませんでした。現在、給食費無償化実現を自画自賛していますが、これは国全体の目標となりつつあるので、彼のおかげとばかりは言い切れない。他の功績は公式 YouTube チャンネルの再生回数を増やし、その分の収入が得られるようになったことくらいでしょうか。留守電にレースぞ、安芸高田市に起こった大混乱は他にもある。
石丸氏の信者とも呼べるような熱狂的なファンが市議らを執拗に攻撃してきたのだ。去る市議は憤りながらこう語る。生前の竹岡さんは20年9月に居眠りを指摘された後、石丸氏から何度もその説明責任を問われ、22年6月に記者会見を開きました。すると、頼んでもない商品が着払いで頻繁に届くようになったり、留守電に殺すぞといったメッセージが残されたりするようになったそうです。以降の竹岡さんは酒を飲んでも吐いてしまい、顔色も悪くなっていきました。これをきっかけに秋田方市では、ある対策が。HP から大半の市議の住所と電話番号を削除しました。竹岡さんだけではなく、私も含めた大勢の市議がネットでの誹謗中傷にとどまらず、同様の嫌がらせを受けてきたのです。去る広島県のタクシードライバーは、石丸氏の実家を訪れたいと、遠路はるばるやってきたファンを3人も乗せたことがあるのだとか。切り抜き動画の影響。なぜ彼が一部の人間たちから熱烈に崇められているのかといえば、非公式の切り抜き動画の影響が大きいそうだ。前出の政治部記者によれば、それは秋田方市の公式 YouTube チャンネルの映像から、石丸氏が過激な言葉を放ったところを切り抜き、つなぎ合わせ、センセーショナルなタイトルやテロップをつけ、勝手にバラエティ番組のように編集した動画のことです。YouTube や TikTok などの SNS では、彼に関するこのような非公式の切り抜き動画を投稿する専門のチャンネルがいくつも存在し、1本あたり数十万もの再生回数を得られることだって珍しくはありません。石丸氏が非公式の動画を容認しているのは、このおかげで自身の知名度が高まったことを理解しているからでしょう。例えば、ある市議が若干たどたどしい質問を行った際、石丸氏は、日本語として意味がわからんところが多いです。同じ文の中で説が違えど、同じ表現が出てくる。中学生の小論文なら減点です、などと厳しくあげつらう。無論、切り抜き動画の多くは政策に関する議論についても取り上げているが、やはり、タイトルやテロップを用いて強調するのは過激な言葉を放つところばかりだ。政治の世界で論破はダメ。このように切り抜き動画が視聴されすぎた結果、石丸氏はいつの間にやら広島の論破王というあだ名まで冠せられるに至った。彼は都知事選への立候補を表明した動機を一極集中から多極分散へ。これしか東京と地方が発展する道はないと自身の SNS に記していたが、もはやエキセントリックな印象ばかりが先んじてしまう。政治アナリストの見解はこうだ。石丸氏はこのままでは色物の枠を出られません。そもそも政治の世界で論破はダメ。相手を任せば敵となり、将来にわたって交渉ができなくなってしまう。実際、彼は議会と対立したことで、極めて生産性が低い主張に終始したわけです。大事なのは説得して仲間に引き入れたり、それが難しくても調整を行ったりすること。後編では、石丸氏が語った市議らが誹謗中傷や嫌がらせを受けていることについての意見や、無理をしていて自分自身が辛いんじゃないかな、と心配、と語る兄弟時代の友人のコメントなどを紹介している。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。先週も書いていたデイリーの記者か。引用の政治部記者や市政関係者って、恵比寿記者や市政刷新 NW の方ではなかろうかと、立場が鮮明すぎて、取材対象者も偏りすぎだろう。親の敵かというくらいな書きぶり。
ぜひデイリー新潮は記者のサイン入りにしてほしい。今後も取材を見ていきたい。昨日、佐藤明さんという方と石丸さんが対談している動画を見ました。こういう真意がわからない記事よりも、ご本人の言葉を聞くことがとても大切だと思いました。他の立候補されている方についても、周りのよくわからない情報で判断するのでなく、その人がどんな考えを持ってどうしたいのか、立候補者本人の言葉を聞いて自分でしっかり考えてから、誰に投票するか決められたら良いと思います。石丸市長の学生時代の恩師が、石丸くんは自分にも厳しいが他人にも厳しい、という話をしていたとお聞きした。実際の切り抜きじゃない動画を何本か見て、今までのような談合政治を良しとする人なら、石丸市長は悪に見える。しかし嫌われても正しいことは正しいと突き進むことを良しとする人は、石丸市長を応援していると思う。キャリア含めてリアル半沢と言われるゆえんでもある。一応私の理解では地方都市ごとの部分最適ではもう立ち行かなくなってきたから、全体最適をする必要があると石丸市長は考えたのではないか。全体最適をするためには国会に乗り込む必要があるが、徒党を組む必要があるため、現実界として、一番人物金がある東京都知事として、全体最適の有効性を実証しようとしているのでは？全体最適で考える政治家にはぜひ当選してほしい。どこまで深く取材をして記載しているのでしょうか。ネットから引用したこたつ記事のような薄っぺらい印象を受け持ちました。自治体の議員になったらその自治体の繁栄や安寧を願い活動するのが本質だと思います。石丸さんがあえて根回しをしないは、それこそが悪き習慣で、良くないことも通ってしまうので、公開されている議会で徹底討論しましょうとしています。これは当たり前のことであり、パフォーマンスではないと思います。そしてたくさんの樹木を集める首長はその自治体のことを内外に知っていただけるので素晴らしいことだと思います。しかも芸能人でもないのにです。議会での居眠りしている議員を本気で辞めさようとしている政治家を私は初めて知りましたので、国連で発表した川崎レナさんと同様な感想を持ちました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。